皆さんこんにちは、あかねです。私は今東京中央日本語学院にいます。今日何かをやっているみたいなので来てくださいと言われました。なのでちょっと今日こちらの教室に入りたいと思います。失礼します。すいません、こんにちは。すいません、こんにちは。こんにちは。すいません、ちょっと今何かされてたと思うんですけど、何をしてるんですか？今は日本語のスピーキング試験をしてました。今やってたスピーキングテストってどんなテストですか？はい、この日本語スピーキング試験は TCJ が開発したアセスメントシステムに沿って13ステップで評価されるスピーキング試験になります。またこの13段階のステップスコアは JLPT やセファールとも相関を持たせています。でこちらの日本語スピーキング試験の評価のポイントは正確性、構成、言語知識、流暢さの4つがポイントになります。そうなんですね、はい、今その試験をちょうどやっていたんですね。はい。じゃあちょっと私も面接官をやってみてもいいですか？はい、ぜひ。わかりました。じゃあちょっと私面接官をやってみたいと思います。はい。じゃあ今度は私が面接官を体験したいと思います。よろしくお願いします。はい。では一つ目の質問です。日本語の学習歴について教えてください。はい。日本語についてはまず、中国の大学4年間日本語学科で日本語を勉強しました。その後日本に留学してきました。で、合計の学習時間は8年間です。はい、わかりました。じゃあ次の質問です。日本語を勉強していく上で難しいと思われる点は何ですか？はい。漢字よりは、カタカナや外来語は一番難しいなと思います。はい。じゃあその苦手なところを克服するためにどういう努力をされましたか？はい。日本人の友達に作って勉強会したり会話したりすることが一番よく時間かけてしました。はい、わかりました。ちょっと今簡単に体験してみたんですけど、ちょっと面接官も緊張しますね。あとすごく日本語のレベルが高いので、私もちょっと早く面接官としてスピードを速くして行ってみました。はい、では今回の試験の結果について聞きます。本当の試験ではもっといろいろな質問やスピーチもあります。TCJ の YouTube チャンネルでも紹介しているので、ぜひこちらも参考にしてみてください。今回はね、質問が少ないので完全な判断はできないんですけど、この少ない質問の中でどのぐらいのスコアになるか聞きたいと思います。はい、はい。実際の試験内容は3部構成となっています。なので日常の Q&A からスピーチまで本当はあります。はい。で試験後に評価させていただくのですぐに正確な評価スコアは出せませんが、先ほど行った4問の質問から張さんは、ステップスコアでいうと12、13の上級で JLPT でいうと N1 以上ということができます。かなりもう上級レベルですよね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今回実際にちょっと面接を体験していただいてどうでしたか？感想を教えてください。そうですね。まずはすごく面白いなと思います。実際は今回私にとっては初めての体験なので、まだまだ日本語足りないなとも実感をしました。はい。頑張りたいと思います。緊張しましたか？緊張しました。そうですよね。やっぱり外国語を話す、しかも面接ってなるとすごく緊張するとは思うんですけど、はい、こういう緊張した中で喋るっていうこともあると思うので、こういう、練習はすごく大事ですよね。はい、はい、ありがとうございました。はい、では最後に、このスピーキング試験について説明をお願いします。はい。日本語力を高めたいと考えている日本語学習者の皆さんにとって、スピーキング力を高めることはすごく大切だと思います。TCJ のスピーキング試験を受験していただいた方には成績証明書を発行いたします。
はい、やっぱり話すってすごく大事なスキルですよね。そうですね。進学するにも就職するにも面接があるので、スピーキング力はすごく大切だと思います。はい、ちなみにこの試験をやっている TCJ 東京中央日本語学院はすごいいろいろな国から学生が来てると伺ったんですが、今何カ国ぐらいの国の学生がいらっしゃるんですか？TCJ は留学生や在日外国人、あとは世界、海外からも受けられている方がいらっしゃって、60カ国以上の方が受けられています。60カ国ってすごいですよね。すごいですよね。いいですよね。いろんな国の人と一緒に勉強できることってすごくいい思い出にもなるし、いろんな仲間ができて、日本語をね切磋琢磨しながら勉強できると思います。今回の試験について気になる方、あと東京中央日本語学院について知りたい方は概要欄に、リンクを貼っておきますので、ぜひチェックしてください。はい、じゃあ今日は本当にありがとうございました。最後映ってください。はい、今日はお二人に協力していただきました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。はい、今日はここまでです。バイバーイ。バイバイ。最後にスピーキング試験のもう2つの質問を紹介します。皆さんももし自分だったらどう答えるか一緒に考えてみてくださいね。では張さんの性格についてお聞きしたいのですが、はい、周りの人からはどんな性格だとよく言われますか？そうですね。私は、営業の仕事を今やっています。接客対応を日々やっているので、周りの人は、冷静な人だとよく言われています。何かあるときに、焦らずに冷静な判断をして、問題解決をずっとしています。なるほど。先ほどの質問では周りから見た張さんについてお聞きしたのですが、自分ではどのような性格だと思いますか？長所と短所を教えてください。はい。まず長所は、素直なところがあります。で、短所は、ある程度、ネガティブな考え方が重いです。はい。どのような時にネガティブに思ってしまいそうまか？ですすね。なんか問題があるときに、まず最悪の結果とかを想定をして、はい、悪い結果が出るのかなというふうに心配をしながら問題解決をしています。なるほど。一応短所がネガティブに考えてしまうというところですが、その短所を改善するために頑張っていることはありますか？そうですね。周りのポジティブな友達とよく会話をして、はい、友達の長所を学びながら改善をしています。わかりました。ありがとうございあります。がとうございます。最後まで見てくださってありがとうございます。皆さんのコメントを見ると本当に元気が出ます。頑張ることができます。いつもありがとうございます。また来週。バイバイ。